こんにちは、さゆりです。今回のテーマはファックスです。皆さん、ファックスを使ったことがありますか？見たことがありますか？もしかしたら見たことも触ったこともない人がいるかもしれません。私も普段は全然ファックスを使わないんですけど、最近使ったので、その使った経験を皆さんに共有したいと思います。その後に、どうして今でも日本にはファックスを使う文化が残っているのかっていうのも一緒に考えていきましょう。まず先ほども言ったように、日常生活ではファックスを使いません。誰にファックスを送るかですよね。だいたい友達や家族には LINE や、他の SNS がありますね。インスタとか Twitter とか TikTok とか、そういうもので友達と連絡を取ります。で、もし会社ビジネスであればメールを使うことが多いです。メールや、電話を使う会社もありますね。会社内でのメッセージツール、スラックのようなものを使っている会社もあると思います。じゃあ、いつファックスを使うの？いつファックスを使いますかですね。私が会社で働いていた時の話をします。私が会社で働いていた時の話なんですが、取引先、他の会社と連絡を取るときに、その取引先がファックスでしか注文を受けないという会社もありました。だからその会社に注文をするときはファックスを使っていました。で、そのような会社がどんな会社かというと、基本的に小さくて古い会社が多かったです。で、働いている従業員の方もご高齢の方で、メールが得意じゃない方、パソコンが得意じゃない方、そういった方たちが今もファックスを使っています。そういう古い体制の会社がファックスという連絡手段を使っている時だけファックスを使います。こちらもファックスで対応します。それ以外の場合で私はファックスを使ったことがありません。だから普通の家にはファックスがない家庭が多いと思います。私のうちにもファックスがありません。そして固定電話っていうのは家にある電話、家にある固定電話もありません。そういう家も増えてきていると思います。携帯電話があれば固定電話がなくても困らないと思います。で、最近私がファックスを送った話なんですけど、そういった状況でもうほとんどデジタル化が進んでいる状況で、今回私はある本が欲しくて、そこに注文するときはファックスでの注文のみ受け付けるということだったので、ファックスで注文しました。でもさっき言ったように、私はうちにファックスがありません。で、どうしようと思ってたんですけど、スマホですぐに調べられますね。ファックス持ってない、送りたいみたいな感じで調べたら、なんとコンビニでファックスが送れます。コンビニでファックスを送ることができます。はい。だからもし日本に住んでいてファックスを送りたい方はコンビニに行けば大丈夫ですよ。大手のコンビニ、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンではファックスが送れるそうです。ファックスの機械なんですけど、コピー機と同じ機械を使います。ファックスの送り方はコピーするときと同じやり方です。それに電話番号を追加すればファックスが送れます。コンビニに置いてあるコピー機の使い方はとても簡単です。日本語だけではなくて他の言語の表示もできます。
なので心配しないでください。ファックスを送るときないかもしれないんですけど、使い方なんですけど、ファックスを送る、そして、電話番号を入力する。で、コピー機と同じように送りたい書類をスキャンして送ることができます。ただのコピーと違うところは少し時間がかかります。コピーだとすぐに一瞬でコピーされた紙が出てくるんですけど、ファックスの場合は通信に時間がかかるので、だいたい私の場合は1分ぐらいかかりました。で、料金は、普通のコピーは1枚10円なんですけど、ファックスは1枚50円でした。はい。違いはそれぐらいですね。とても簡単にコンビニからファックスを送ることができます。最後に通信の結果を見ることができます。さっき私が送ったファックスが相手に届いているかどうかっていうのを確認したレポートのようなものが出てきます。はい。だから安心ですね。今回のことで思ったのが、コンビニは不便を便利にしてくれているなと思いました。それと同時にファックスをなくせない理由、もしくはなくさない理由は何なのかっていうのを考えてみました。まだまだファックスを使う会社があります。で、日本はお年寄り、高齢者の人口が多いですね。まだまだ現役で働いている方もいらっしゃいます。そういう方はあまり、パソコンに慣れてない方が多いんですね。だから電話と同じように使えるファックスの方がやりやすい。年を取ってから新しいことを学ぶのは簡単なことじゃないんですね。だからすごく気持ちはわかります。で、メールの送り方もね、なんかメールアドレスって全部アルファベットじゃないですか。で、今まで全然アルファベットに親しみがない人がアルファベットを入力してっていうのは結構ね、想像しただけでも大変だと思うんですけど、お年寄りにとってメールの送り方を学ぶのは多分そんなに簡単なことじゃないのかなと思います。だからそういった意味でなかなかファックスがなくならないのかなと思います。で、あともう一つは役所のやり取りですね。官公庁といって国、県、市、町などの役所の組織がありますね。そこでもまだまだファックスが使われています。もしそこがファックス禁止になれば、みんなファックスを使わなくなるんじゃないかなと思っています。なぜかっていうと、書類の提出をする時もファックスでいいんですね。メールとか郵送じゃなくてファックスでも受け付けているところがあります。そこの役所のやり取りでファックスを使うということもあると思います。国やそういう役所が変わらないと、なかなか一般企業、普通の企業でもルールを変えるっていうのはなかなか難しいのかなと思います。はい、だから日本では今でもファックスを使っているところがあります。今回私は本を注文するのにファックスを使わなきゃいけなかったんですけど、いい経験になりましたね。こうやってポッドキャストでファックスを使った経験2022年って話せるしとても興味深い経験ですね。こんなにテクノロジーが発達しているのにまだまだアナログなところが残っているっていうのが、日本の文化の面白いところかなとも思います。もし日常的にファックスを使いなさいって言われたらちょっと嫌なんですけど、今回の本を注文するぐらいだったらいいかなと思うんですけど、将来的に
どうなるかは分かりません。でも私の予想だとファックスはしばらくなくならないんじゃないかなと思っています。多分あと20年ぐらいは残るんじゃないですかね。わかんないですけど。はい、皆さんはどう思いますか？皆さんの国ではファックスを使いますか？ファックスを見たことがありますか？ぜひ、コメントなどで教えてください。じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。